これね、ほんとさ、3回行ったかな。このタコスが好きで、ラーメン仲間がすごい増えたようなね、気になってますけどね、僕としては。はい、皆さんこんにちは。いつも倉本ゼミをご視聴いただきありがとうございます。今回もね、メキシコ旅の最後かな、取りまとめたものを見ていただきたいと思います。何回も言いますけどね、メキシコからね、今回オファーいただいて、ラーメンのね、麺とスープを日本から送ってもらえないかっていうことでね、それがきっかけでね、ある会社といろんなこう日本食のねレストランのねオーナーさんご紹介いただいて、ラーメンの試食会を何度か開催させていただいてます。ここでねいくつかお取引が増えてね、ラーメンの文化がもっとさらに広がればと思って地道な活動をやっております。はい、その模様をちょっとね見ていただけたらと思います。どうぞ。この動画をご覧いただきありがとうございます。ラーメンをね始める方の8ステップ用意してますんで、ぜひ興味のある方は概要欄の LINE 公式からお受け取りください。ここはね前回の途中だとモンテレーっていうメキシコシティから飛行機でね1時間ちょっとですねっていうとこ、モンテレーっていうところに移動しました。ここもいい都市でしたね。綺麗なね、ここのニッコリっていうね日本食のね高級レストランです。こちらの方のちょっと厨房入らせていただいて、ラーメンの作り方の指導をさせていただきました。皆さんねメモ取って一生懸命真剣に聞いて、今回はねちょっとスタッフさんにね実際こう実演っていうかね、僕がこうやんだってちょっとアドバイスしながらラーメンの作り方っていうのをちょっとテストさせていただいて、味のチェックとねやっていただきました。皆さんねすごく美味しいと言っていただいてます。すごくね、僕ね、やっぱメキシコの人たち真面目でいいと思いますけどね、僕、本当にね、メキシコ行く前ね、皆さんね、メキシコ人っていい加減だよとか、覚えないよとか、すごいそういう情報ばっかり入ってたんですけどね、僕が出会ったメキシコ人は全員真面目です。すごくいい子たちばかりで、はい、もうラーメン仲間がすごい増えたようなね、気になってますけどね、僕としては。面白い子たちですね。多分創作意欲のある子がねこの中に誰かいて、もっとすごい進化させたラーメンをいつか作るのかなとか思ったりもしてますけども楽しみです、将来が。お店のオーナーがね最終的にどう判断するかっていうところもあると思いますけど、やるんだろうなっていうところでありますね。担当者も決めてたんでね、皆さん食べていただいて、美味しいって言っていただいてますね。モンテレーっていうところはね、やっぱ日本人あんまりね来ないところなんですけどもね、すごく閑静な静かな、メキシコシティってね結構ね、中心部は当たり前なんですけどざわざわしてるんですけど、やっぱモンテレーとかねグアダラハラってねすごくねのんびりした街でしたね。街も綺麗でしたし、メキシコシティね汚いわけじゃないんですけどね、道路がねガタガタしてたりするんですけどね、僕はモンテレーとかグアダラハラっていう街がすごく気に入ってましたね。住むんならこっちだなと思いながらはい、生活したいなと思える場所ですね。メキシコシティはね便利なんでしょうけどね、ちょっと車も多いし人も多いしっていうところでね、街のど真ん中なんで当たり前な話ですけどね。
メキシコシティに戻りまして、メキシコシティのねホテルの前がねなんかね広場になってるんですけど、そこがね夜ね毎日なんか屋台開いてるんですよね。なんか週末だけかなと思ったんですけど、結構毎日やってるんですよね。でまあちょっとね夜一人で出歩くなって言われてたんですけど、やっぱりちょっと観光したくて散歩をねぐるっとしてきました。結構ね街中でこうね歌ったり踊ったりってなかなか日本じゃ見られない文化かなと思いながら。マイケル・ジャクソンがいましたね本当かどうかわかんないですけどこれね昼間前回かな多分なんか映した教会みたいなところでしたけどね、夜もね人がすごい歩ってます。皆さんねやっぱ散歩してこう屋台でなんかねちょっとつまみながらって感じでね歩ってましたね。昼間もね映しましたけど、ここ夜のその広場のとこですね。なんかものすごくこれね僕が行った時にちょっうど大統領が決まるところだったんで、これバスライトイヤーですね。これリアルすぎませんその後ねちょっとねまた僕一人で行動次の日もねしてるんですけどね、スペイン語わかんないんでねハンバーガー頼んでみましたけど、とんでもないの来ちゃって大変でしたあとね人類記念館博物館かなんかねちょっとねじっくり見たらね1日かかるって言われてましたけどね、僕もスペイン語わかんないんでねこう訳せないんで、もう本当に展示物を見るだけになっちゃったんですけども、面白そうなんだけどちょこっと撮って来たんですけどね、僕ちょっとねピラミッドのね方興味あるんでね、ピラミッドの歴史を知りたかったらちょっと人間の方だったんでねちょっとずれちゃったかなと思いながらただいろんなねこうピラミッドにね埋蔵されてた遺品っていうのかな、なんか文化財みたいなのもねそういういろいろ展示してあったんですけどね、造形物もねなんかこうただのねこう石ころみたいなものがちゃんとこう造形されてるような、すごいなんかこう時系列に沿ったねこう時代によってこうだんだんすごい精密な絵になってるっていうところもねちゃんとこう分けてるんですけどね、ちょっとこの映像ではそこまでお伝えしきれませんけども、細かい造形物に変わってきてるっていうのがね人類が進化してるっていうところの過程も順番にこう見ていくと分かるっていうところですよね。
散歩しながら、僕の大好きなタコス屋さんがもう一個あったんで、系列一緒なんですよね。系列一緒で違うお店があったんで、またここで例によってリブアイとサーロインを頼んでタコス食べてます。このタコス本当に美味しいんですよ。もうぜひねメキシコ行った時はね食べてほしい。あとワカモレ食べてますもんね。この食べ方が正しいのかどうかよく分かりませんけどね。あとね、ホテルの1階のレストランがなんかねメキシコ料理で有名だっていうんでね、もうお腹いっぱいだったんだけどね、いいや、もうとりあえず食べていこうと思って、本当ねポケトーク使いながらね読めないんですよね。読めないっていうか通じないんでメニューも読めないんで、どれがいいんだっていうのをね聞きながらやってましたね。はい。その中でねホットチョコレートがね有名なんです。このホットチョコレート、これ見てください。このなんかね棒でねぐるぐる回しながらねホットチョコレートね入れてくれるんですよ。隣のテーブルのおじさんがねこんなグーとかって言ってホットチョコレート食べて飲んでたらね、すごいこんな喜んでくれました。マジでうまかったですけどねこのホットチョコレートで僕また飲みたいね。また飲みたいとこですね。はい、ここのねスタッフさんがねめちゃくちゃねカメラの位置を意識していろんなことやってくれるんでね、僕びっくりしましたけどね。もうチップに 10% ぐらい置いてきましたね。なんか、あまりのサービスの良さに。このおじさんすごい良かったですでね、こうやって乗せるんだとかね、こうやって食べろとかね、なんか教えてくれるんですよ。これね何の料理なんだかね、僕未だに分かってないんですよ。でもね、なんかね牛タンなのかな、なんかそんな感じがするんだよな。なんかザラザラしたようなねお肉だったんで、タンだったような気がするんですけどね、もう未だに謎です。よくわかんない味でしたまたねこれね違う日、次の日かわかんないけど、またこの僕の大好きなタコス屋さんにね来て、またリブロースとサーロイン案の定頼んでますね。もうこれねほんと3回行ったかな。このタコスが好きで、あとねちょっとねだんだんねメニューがねだんだん分かるようになってきたんでね、ちょっと新しいものをねトライしたりしてますけどね。本当にねメキシコね僕なりにはね満喫してましたね。皆さんに危なくないのとかっていろいろ言われましたけどね、僕は結構ね楽しく観光して仕事もしながら、ラーメンというつながりでこんなね海外も仕事行けるっていうのはねもうありがたいことですよね。はい。今後もねメキシコへの取引が増えればまた行く機会があると思いますんで、またその時はまた皆さんにねご報告していきたいと思います。ということでね、ラーメンについて、国内も含め海外も含め何かご質問ご相談がありましたら概要欄にある LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。いつでも面談を開催しておりますんで、ラーメンに興味のある方は、ホームページからお問い合わせいただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。